瞑想についてお話ししているシリーズの3回目です。今回は瞑想の目的や集中の対象についてお話しします。まずは前回からの復習です。はじめに瞑想の過程を説明します。瞑想には3つのステップがあります。はじめに行うのは集中です。心を何かの対象に集中していくところからスタートします。集中していく中で、その集中対象と心が離れなくなって同化していく状態がやってきます。その同化した状態のことを瞑想と呼びます。さらに深まると三昧という状態になります。三昧とは贅沢三昧とか読書三昧など我を忘れて没頭するというような意味で使うように、心が対象に没入した状態のことを言い、その結果対象の本質を把握すると言われます。瞑想とは集中対象と同化した状態のことと、これらすべての過程のこと、どちらのことも瞑想と呼びます。集中から瞑想に変わるポイントは、心が対象に同化するということです。同化とは心が対象に溶け込んでいくことで、文字通り同じになる、一つになった状態のことです。想像しにくいかもしれませんが、日常の中でも似たような経験をしていると思います。好きなことや慣れた仕事をしているときは、余計な力みがなく、時間の感覚を忘れて無心になっていることがあります。そうすると感覚が研ぎ澄まされたり、これまでにないようなアイディアが浮かんだり、また長い時間作業をしていても疲れず、むしろ充実した気持ちになったり、仕事の本質的なことを直感したりすることがあります。スポーツなどではゾーンに入るという言葉で表現されるかもしれません。これは対象に強く集中した結果、頭で考えて理解する以上のことを感じたり直感したりしたもので、これがいわゆる瞑想に近い状態です。私たちの心は何にでも集中することができ、集中が極まれば対象と心が同化し、対象の本質を知ることができます。では、瞑想の対象は何でもいいのでしょうか。ここで大切になってくるのが瞑想の目的です。瞑想の目的は心の浄化、心を清らかに透明にしていくことにあります。心が透明とは、何にもとらわれがない、穏やかで悩まされることがない自由な状態のことを言います。誰もが憧れる状態です。ヨーガでは、心はもともと清らかで純粋なものだったと教えられます。瞑想によって本来の状態に戻していくことを目的にしているのです。そのため、集中する対象は心を透明に清らかにしていくものを選ぶことになります。同化するのですから、同化する価値のあるものを選ぶべきなのです。例えば、神社仏閣に行けば、日常の生活と違う空気感、神聖なものを感じることがあります。それは目には見えませんが、私たちが共通して持っている清らかさや穏やかさに結びつく感覚です。瞑想の対象は神聖なものを選ぶことをお勧めします。
では神聖なものとはどのようなものか、今回は初心者の方に向けていくつかご紹介します。一つ目は蓮の花です。仏像などの台座には蓮がモチーフになっています。蓮の花は泥水の中から芽を出しますが、泥をつけずに咲き誇ります。泥水はこの世界を象徴し、混沌とした世界の中にあってもそれらに影響を受けず凛と咲き誇ることから悟りの象徴とみなされています。2つ目は阿弥陀仏や観音菩薩など日本人にとって馴染みのある神様、あるいはヨーガ発祥のインドにまつわる神様でも構いません。これらの神様たちはただ単にいろいろな名前や形があるのではなく、それぞれに象徴されているものがあります。そのような存在に対して集中していくこともお勧めします。美しい景色を見ると心が穏やかになります。悩み事があっても雄大な自然に触れることで、自分がなんとちっぽけな存在で小さいことを気にしていたのかと気づかされることがあります。ヨーガでは自然のさらに奥にあるものを瞑想することを勧めています。太陽や月が昇る、この世界が動いている、その根源の力も神聖なものと理解し、その大いなる力に心を寄せていくこともできます。瞑想は集中することから始まります。集中対象に興味が持てないと、まずもって集中を高めることは難しいです。でも興味が持てないのは、そのことをよく知らないからかもしれません。今回ご紹介した蓮の花や神聖な存在が何を象徴しているのか、また大自然の奥にある大いなる力とは何なのか、それと自分の人生がどう関係しているのか、また瞑想するとどうなるのか、それを知るためには少々の学びが必要になります。瞑想対象に興味を持つことで集中は増していくと思います。情熱が生まれてくると、集中から瞑想へは容易に進んでいくことになります。今回ご紹介した内容はごく一部になります。瞑想は続けていくことでその面白さを知ることができ、自分の人生にとってとても大切なものだと気がつくと思います。クラスでは瞑想についてもお伝えしています。興味のある方はぜひご参加ください。